はじめまして。私、サトル。この家の子供。俺はジョージ。はじめまして。君は、弟？それとも、妹？どっちでもいいわ。私もどっちだかわかんないんだもん。うちはママが海外で働いてて、めったに帰ってこないの。パパもいつも帰りが遅いの。だから私は男の子だけど、ママの代わりをしているの。でもそのせいで、本当の自分が誰なのかわからなくなっちゃったの。サトル。だったら一緒に探してみようよ。探す？俺探し物すっげー得意なんだ。だからサトルがどんな人間なのか、俺も一緒に探してみる。サトルが遊びたいときは、交代で家事やろう。サトルが寂しいときは、俺が絵本読んでやるから、一緒に寝よう。どうしてってどうしてそこまでしてくれるの？だって、当たり前だろ。俺はサトルの兄ちゃんだし。それになんかお前、ほっとけない感じなんだよ。なんだか、昔の兄弟に似てる気がして。変なの。あんたって一人っ子じゃなかったの？でも、よろしくね、ジョージ兄ちゃん。焼き豚の公開処刑だー。これでよしと。テスト。ね、声が勝手に文字になるでしょ。このモニター前での会話は自動でテキストに起こされて、NIC アジア支部に保管されるの。じゃあ次離れだくん、ここクリックして。ここ押せばいいんすか？なってる。こんにちは。仙台のずんだ。仙台の職人さん。これ、変換の精度もすごいんですね。NIC のエンジニアが作った記録ソフトだから、音声だけじゃなくて、私たちの脳波もスキャンしてるのよ。だから、意図的にご変換させようと考えながら喋ると、ほらね、反映してくれるのよ。でも、それだけじゃないのよ。道来さんログインしてみて。なんで、俺の声だけスピーカーから音が出るよ。ほう、これなら、みんなとやすしが俺を返さなくても会話できるってわけか。嬉しい。すごい。ちゃん久しぶり。すげえ、やっとつつましさんと喋れるじゃんって、ちゃん。そもそも、生前や控え室の別で、あんまり喋れなかったんですよね。なんかね、すぐ死ぬキャラにあんまり個性出すのが、漫画の装飾の都合で難しかったんだって。そんなメタな理由で控え室明けが出てたんですか？本当の俺は、キラキラ妖精さん男子だよ。ミニちゃんファンの女の子たちとも、本当は一緒にキャピキャピしたかったな。なるほどキャラ設定を変えるか、出番を消すかしかなかったんだな。この企画、今後もこういうメタ発言していくので、よろしくです。じゃあサトルくん、全員揃ったところで今夜の集まりの説明をするぞ。みんな知っていると思うが、アルマニジョージこと、サトルくんの兄、ヘラガモジョージは、心神喪失が認められて今特殊な精神治療を受けている。めたいこと言うと、その辺の話は、俺たちのウェブ漫画、復讐、ジェノサイドを公開か、オリジナルドラマ、キッズルームを見てくれ。番宣をまあそれでね、例の事件では、うちのアホの焼き豚が本当に迷惑かけたから、お詫びにあいつの治療の経過記録ビデオをみんなにも晒し上げようってことになって、NIC 関係者の関わる事件だったから、ヤスくんが人工自我になった件を知ってる3人だけしか呼べなかったし、ここでの会話は全部 NIC に記録されちゃうって条件付きだけど。弟なのに相変わらず毒舌ですね。私の方が収入も学歴も格上だもの。でも、豚の集体なんて、見るだけ時間の無駄だと思うけど。そんなことないですよ。ジョージさんがサトルさんのお兄さんだったとか、実は洗脳されてたとかって知って、俺ずっと気になってたんですよ。私も、組織の人に操られる前のジョージさんのこと、もっと知りたいです。だったらこれ記録されてるんだし、みんなで治療のビデオ実況して、元気になった石油王にプレゼントしない？それはいいな。晒し物にするか。見せしめね。ただ俺、さっきサトルさんが軽く説明してくれたけど、超能力とかまだ全然信じられないです。私は信じますよ。っていうか、痛いんであんまり人前で言わないんですけど、実は私結構霊感があるんです。あらそうなの？すごいじゃない。ちーちゃん俺ともよく喋ってるもんね。はい。それに実は、NIC のこともちょっとだけ聞いたことがあったんですよ。なんだ、君も関係者だったのか。関係者？NIC 職員以外で能力について知っている人間を、彼らは関係者と呼ぶらしいぞ。だから私たちはここにいる時点でもう全員関係者ってわけ。まずはビデオを見る前に、
これを傍受してる NIC の方々へ自己紹介しましょうか。俺は離れた淳23歳。日本一の悪役俳優目指してます。座右の銘は、悪そうな奴は大体俺。あ、でも今度、洋画の吹き替えの仕事いただいたから、やっぱ世界一目指そうかな。どんな役？ちょっとやってみてよ。いいっすよ。我が名はアンデッドプリンス。貴様に殺されたアンデッド教の息子だ。アンデッド教自殺で死ぬんですか？あやべ。あん話ちゃうが映画のネタバレした。すいません。ついじゃないわよ。こういうのインサイダー情報っていうのよ。悪くない気配ね。とか言いつつめっちゃ株買おうとしてる。くれない瞳、もうすぐ20歳です。一応モデルなんですけど、最近はローカル局の仕事だったですね。かなちゃんに拉致されて深夜バスで連れ回されるだけの旅番組やってるんでしょ。ほんとそれですよ。私いつの間にか、テレビ湘南のディレクターにパスポート預かられてて、この間なんか気づいたらコスタリカですよ。あ、ちょっと、そんな悲しいティップス入れないでください。俳優、東来冷徹、35歳。刑事物が多いです。レイ先輩には特技があるんすよ。役に合わせて毎回、体型を改造してるんですよね。聞いてって聞いて。実はレイさんって体重60キロもない痩せマッチョなんだよ。そうなんすか？胃が大きくて、食べただけ妊婦みたいに腹が膨らむから、役に合わせて毎食詰める量を変えてるだけ。あとは俺しもぶくれだから、自然と太って見えやすいんだ。体壊さないように1週間ぐらいかけて調整するけどな。そんなからくりがあったんですね。簡単に言ってるけど、普通の人は真似しないでね。俺つつましやすし25歳、AV 出たこともある元丸号の潜入捜査でかだよ。捜査中に殉職して人工自我に改造されてレイさんと合体しちゃった。えへへじゃないわよもう。私たちの涙返してちょうだい。それにしても人工自我。国際的指名手配犯ブシューホヒルルクが開発したと言われてる人間の大脳皮質の一部とマイクロチップからなる人格クローン生成器。都市伝説だと思ってたけど、まさかヤスくんが東来さんの脳に復活しただなんてね。レイさんの報復プロセスを見るまでは死んでも死にきれなかったもん。やかましいわ。さて、最後はサトルくんか。私は会員だから今更自己紹介は必要ないですけど、そうですね、ちゃんとしようかしら。ヘラガモサトル24歳、職業はヘラガモ証券株式会社の2代目 CEO、初代は兄ちゃんね。NIC に関する身分を言うと、アジア支部元総務課長ペドリーチェの息子で、アジア支部会員アンビウェッサの弟です。アンビ、ということは、それがジョージさんのコードネームですか？そう、NIC は本部で働かないただの会員登録者でも、能力と貢献度に応じてコードネームが授与されるのよ。昔のジョージさんってズバリどんな人だったんですか？みんなが知ってるのと真逆、見たらきっとびっくりするわよ。真逆ってことは、サトルさんと一緒でお姉口調だったりして。いやいや。お姉は余計だけどダブか間違っちゃいないわ。ダブか？あら知らない？方言？ママや兄ちゃんの口癖だから地元の金沢弁だったかも。標準語で言うなら逆にかしら。逆にお姉なの石油王？お姉っていうか超ビビり？あの年でペットのポメラニアンと一緒にいないと眠れないレベル。あのゴリラ面でポメラニアン飼ってるのか。あれでも小学生の時は10歳過ぎで低学年と間違われるくらい小柄であだ名はひよこでしたのよ。中学に上がったらようやく鶏、高校で急にアラブの血が覚醒して背が伸びたんでターキー。大学時代はチキンバーレル。調理されとるやないかい。じゃあバカがそんなチキンに戻ってることを祈って、最初の記録を再生してみましょっか。はい、ジョージー、生足やティムオクニムバンブク、セムサウ、ニオイケイドヘムオクニマナス、ダブカーディスチトクルビトリア、ベダブカレーゴールオベシジェロームザウ、ロタツリアプラボダライ、イシコルカタアーベメアダグイム、スミオタイムネオビシダブカ、エマシャグ、クビナケゴラオテグトヤ、アバルバンブククーアクバンブク、アタロエ、ニツァルティ、ケン、アニベクゼツコシェブカク、アズガニツァリクレーゴルダブカバンブク、キアフサデティ、キッズルームオリジナルサウンドトラック、ハブリハイラジーム、いつでも僕らは会えるから。再生押すわよ。あ、なんか緊張するわね。離れ田くん9ちょうだい。いいっすよ。3、2、1、9。5変換わざわざ考えたの。なんか思いついちゃって。なんでお急なんですか？ NIC の人たち苦笑いしてるぞ今頃。こんにちは。こんにちは闇の専属オペレーターです。このメッセージは受信できている？はい。ねえ、テレビの人って本当に夜でもおはようございますって言うの？言いますね、ハザース。少し待ってほしい。俺は至って正常で、気違いのふりをして、無罪になる気はない。この治療が顧問弁護士の差し金なら、担当弁護士は、ジョージさんの会社の人なのかな。
石油王の会社、アルマニ石油は、キーロジスティクスが闇取引をする時のダミー企業だから実在しないの。石油王がトカゲの尻尾切りで出頭したのも計画内のことだったし、弁護する人はいないと思うよ。その通り、あいつの弁護士は私が契約した NIC 関係者よ。君は、ある種の乖離性乖離性障害って昔は二重人格とか分裂症って呼ばれてた病気だよな。人格が分かれない患者もいるから、乖離性障害って名前になったって聞いたことあるっす。ジョージさんがそのパターン。でも記憶喪失になる前と性格が違うなら、多重人格にもなってるかもですね。早く昔の弱気なあいつに戻ってくれなきゃ困るわ。尻を叩いていい相手がいなくなっちゃったんだもの。お尻叩きたいんですか？本当はあんなゴリラだかチキンだかわかんない豚じゃなくて、可愛いメス豚ちゃんがいいけどね。あれ、サトルちゃんの受けだったの？失礼ね。結婚相手、絶賛募集中よ。好きなタイプは？政治家か皇族がいいわ。自分より格上の女を豚と罵ってみたいの。そのためだけに学習院に進学したのよ。クラス違って絡めなかったけど。いろいろと屈折しすぎだろ。テストの言い方がサトルさんと似てますね。やだ、やめてよ。あのオペレーターも NIC 関係者なら、あれ俺たちが今使ってるソフトと同じ。それがね、あいつが操作しているノートパソコン、精神外科医と取引した時、弊社に送りつけられたものなのよ。起動してみると、オペレーターと名乗る人工自我が現れた。彼は常時に対する能力復元手術の術式や術後のリハビリテーション用プログラムを内蔵していたわ。あいつの治療は、オペレーター監督のもと、海老名刑務病院に勤務する NIC 会員医師たちによって施行されているってわけだ。大丈夫なんですか？そんな悪い人から提供された危なっかしい治療。みんな不安よ。けど、私は奴との取引にかけるしかないと思う。ジョージ兄ちゃんを治せるのは、兄ちゃんを壊した張本人だけだもの。さて、今からこの画面で、とある物語を再わ生する。どんな物語だろう。治療用だから、当たり障りもないものじゃないっすか。正しいビジネス会話マニュアル、みたいなやつ。これではいけませんね。ってダメ出しされるあれ。いや、記憶喪失の件もあるから、もう少しあいつの過去に関するものだろ。私もそう思う。精神外科医のことだわ。あいつの脳内の記憶から物語を作ったりもできるでしょうし。主人公は10歳の少年だ。けど、初太だうまく演じようとしななんくていい。かやだな、それ。これは10歳ならまだひよこちゃんですね。君でいいんだ。あ、初太を打った。かわいい。けど思ったより小さくないですね。いやこれ13歳ぐらいの時でしょ。記憶持ってるわよあいつ。っていうかうちにあんな服あったかしら。でもすっごく見覚えがあるわ。ほう、あいつの友達の服とか？かもしれません。これがもしあいつの記憶を元に作られてる映像なら、あいつが自分のと勘違いしてるのかも。ビッグくん、知り合いか？あいつがイスラエルに住んでた時のお友達です。アラブと日本のハーフなのに、イスラエルに住んでたこともあったんですか？すごいですね。本来の展開に押し戻されてしまうからね。おいちょっと待て、まさか試すつもりか？はいはい、あの病気だった。RPG で村人攻撃してみるタイプだ。待って。え？ペイさん、俺の見間違いかな？ペンの向き。いや、俺にも見えた。あいつ今、リックくんじゃなくて、自分にペン刺してたな。は？サトルくん、さっきんとこコマ送りできるか？あ、はい。うわぁ、本当だー。うわぁ、他人に刺すよりダブか、怖えよー。キッも、ショックだわ。あいつマジで病気じゃない。そうか。あいつの痛覚も恐怖心も、ほとんど麻痺してるんだ。そりゃ無罪になって、病院ぶち込まれるくらいだもんな。どうなるんですかこれ？ちゃんと戻るんですよね？大丈夫ですよね？よかったー。いっそあのまましばらく苦しんどけっての。こらこら。でもリックくんがいるってことは、この物語のベースは、キッズルームにいた頃の記憶ね。これは相当のショック療法になりそうだわ。というと？キッズルームってのは、NIC がやってる児童館みたいなものなんだけどね。あいつがいた当時の中東キッズルームで、タピオカ病って伝染病のせいで何人もの友達が亡くなったそうよ。あいつがうちの養子になったのも、そのパンデミック災害のせいなの。いやー、ビッグくんも死んじゃうんですか？ビッグくんは助かって、あいつと一緒に日本に来たわ。でもそれ以来、一度も交流はないみたい。お互い辛いこと思い出しちゃうからだろうな。今どうしてるんすかね。ジョージさん治ったら、会いに行けばいいのに。以前のあいつならそうしたがるかもね。実際もそうだったのか？あいつの本当のご両親。この物語はほぼ史実通りね。違うことといえば、実際のあいつはキッズルームに入ってしばらくは、こうして人と会話することなんかできなかったってとこかしら。それは、ご両親の事件のトラウマで？
それもあったけど、ダブかその事件でダウザーになったことによる能力不対称のせいよ。ああ、ちょうどリック君が説明してくれてるわね。ダウザーは目に見えない人や物の気配にすごく過敏になっちゃうから、テロリストとリアル鬼ごっこして生き延びたジョージはしばらく人の呼気がある空間が耐えられなかったんですって。でも幸い、キッズルームの保護のエペリル教授は生物の心を落ち着かせる能力を使える方だったから、あいつはしばらくクローゼットに引きこもって、教授とだけ接して生活してたんだって聞いてるわ。なんか本当に繊細だったんだね、初対応。無理もないですけどね。街路樹はヤシの木で、郊あ、外ラウジングやってますよ。小さな店がいくつかめっちゃわかるんすね。あ、じゃあ、もしゴージャス5やってた時、ジョージさんのダウジングが復活してたら、まず私の呼気を補足した時点で記憶が全部戻るだろうし、桐山大臣が影野だったことも、影野とサネルちゃんの親子関係にも初見で気づいたでしょうね。あとヤス君が刑事だってことも、ドクターがメリリンだってことも、そのドクターと離れ田君ができてたことも。待てサトル君、ゲップスに漫画のネタバレ全部出てるぞ。あらやだ、ごめん遊ばせ。っていうかそこまで当たっちゃうなんて、私たちもプロウーアマンだったんですか。そんなに察しが良すぎたら、引きこもりにもなるよね。なんたってコードネームがアンリウェッサ、お察しの文字りだもの。っていうか、花田さんと愛さん、いつから付き合ってたんですか。週刊文潮にパパラッチされるまで私知らなかったんですけど。てへー、バレちゃった。婚姻届出したから、愛さんもフラタももう名字敵だぜ。あ、離れ田くんってそういえば、俳優の片北カムロの息子だっけ。なんで芸名の名字変えたの？親の七光って言われんの嫌だったんで、離れたかったんすよ。親子仲はめちゃくちゃいいですけどね。ダジャレかーい。そういえばレイ先輩も芸名でしたよね。あ、俺、本名は道来レイだけだよ。昔ある映画の監督に、お前はどれだけ食べててもクールだから、冷徹だなって呼ばれて、それがそのまま芸名になった。じゃあ私たち全員道来さんとかレイ先輩ってダブか道来さんのこと本名で呼んでたのね。おはよう。おはようございます。挨拶は不おはよ本。あ、ねえ、芸名で思い出したんだけど、石油王ってなんでアルマニって名字になってたの？それこそ多分、キッズルームのエフェリル教授の本名がアルマンだったから、その文字りだと思う。兄ちゃんやリック君みたいに孤児のルームメイトは当時は全員エフェリル教授の養子になってたし。そういえばあいつ、密輸組織に近づいた理由は、死んだはずの幼馴染がいたからって言ってたけど、つまり精神外科医の正体は、さっき言ってたタピオカ病で死んだキッズルームのこのうち誰かって推理か。この物語に犯人逮捕の手がかりがあるかもしれないんですね。加えてあいつが組織でアルマニジョージと名乗っていたのも、組織で働いていたその死んだはずの幼馴染はあいつの今の名字を知らなかったから、記憶を奪ったジョージをそう呼ぶしかなかったと、サトル君の説に乗っかってそう考察できるな。道来さんが推理してると生刑事ドラマみたい。最後に、一つ心理テストをする。心理テストだって。了解。あなたは発明家です。ロボットを作りました。ロボットは素直で、悪いことを知らないので、人々から天使と呼ばれました。ところがあなたが、ロボットの知能をアップさせ、善悪の区別を教えると、ロボットは人を殺してしまいました。なんで、サトルちゃん。私？悪党をぶっ倒したからじゃない？そうだね。嘘、まだあいつと同じ。やだ、もう最悪。照れてる、サトルちゃんかわいい。おだまり。一本目終わったっすね。ああ最悪だわ。あんな記憶もりもりやろうと同じ答えなんて。どうした？あの服。そうだ、私思い出しました。あれ、キッズルームのアッシュ兄ちゃんが着てたやつに似てるんだわ。アッシュ兄ちゃん？アッシュ・アルマン、つまりその子も教授の養子ね。子供なのに幼い頃からサイコメトリーをマスターしてた NIC のエリート犯罪捜査官で、兄ちゃんの一番の憧れの人だわ。当時10歳で、遅生まれなジョージとは学年違いのほぼ同い年なの。あいつはちびすけだったから、本当に仲良し兄弟って感じだったよね。でも、亡くなったんですね。ウイルスで。そう？あ、写真あるわ。ちょっと待ってて。ほら。ああ、リアル初対応の方がプリティ。この大きい方の子がアッシュ兄ちゃんですか？なんか今のジョージさんと雰囲気似てますね。似てる？ああ、あ、そうか。あいつの最近の振る舞いって通りで。やっぱアッシュ兄ちゃんっぽいんすか？あれかしら？精神外科医に記憶ぶち抜かれて無意識に幼少期に憧れてた人を自分だと思い込んでるとか。そしたらアルマニと名乗っていたのも、あの物語の自分が小柄じゃなくて、あの服を着ていたのも、アッシュ君を意識しているからか？ありえなくはないわね。よし、ちょっと休憩して続きのビデオを再生してみよう。